ナスキロ焼きに関しては火入れよりも火抜きの方が大事なイメージなんですよね。指とか覚えなくていいから音で焼いてって言って見る人が見たらもう焦げみたいな感じですね。怒られますよね。おお、すごっ。さあどうも皆さん、本日もお疲れ様です。今日はですね、ナスキロさんにお邪魔してます。高山シェフです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ナスキロさんにちょっと数ヶ月前にお邪魔したのがご縁ですよね。そうですね。はい。で、ここステーキがやっぱ必ずこう食べてほしいっていうスタイルで提供されてるお店で、でも僕ちょっとそこで食べさせていただいて、あれすごい独特な焼き方されますよね。なんかそうですね、独特に見た目もね、自覚はあんまりないですか？普通のことだと思ってるんですけど、いや結構僕はなんかすごくいいなと思って、この後ちょっと焼き方っていうのは、今日見せていただきたいなと思ってて、僕の視聴者さん知らない方ももしかしたらいると思うんで、シェフのこう簡単な経歴とか。経歴ですね。どうも高山です。今は独立してから19年、実家がですね67年やってる浅草でやってる焼肉屋なんですよ。なのでこう週6回ぐらい焼肉を食べて育ったんで、お肉だけで育った人間っていう感じですかね。で23の時にイタリアとフランス行って、両方行ってるんですか？はい。そうなんですね。なんか僕シェフはなんかイタリアンなのかなって思ってたんですけど、イタリアンですけど、ベースはイタリアンだけど、まあフレンチ麺。アラン・パスカルとかと仕事してました。マジですか？パスカルとか。マジですか？はい。ナスキロ焼きのモチーフになってるのはアラン・パッサールの火入れから来てます。そうなんですね。はい。そのキュイソンで。キュイソンで。ちょっと分かる人は多分結構ビビると思う。31の時に独立してカルネやってお店やって、はい、やってますね。神楽坂の。神楽坂。そこもやりつつ、ここのナスキロのオーナーもしつつっていうことなんですか？そうですね。じゃあちょっと結構いろいろと面白い技術見れると思うんで、早速やっていただきたいと思います。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お肉の焼き方。はい。わかりました。教えていただいて。通常ナスキロだとこう何種類かお肉があって、そこからお客様が2種類チョイスできるっていうスタイルなんですよ。こういうもう純血の和牛、いかにも和牛英語版みたいなのか、あとはこうしっかり赤身の、熟成肉かみたいな感じで選んでいただいてるんですけど、今日はちょっと単体で焼くにはやっぱこっちの黒毛ぎっしりの方が面白いんで、ありがとうございます。はい、やっていきます。今日は純血の近江。やっぱこう骨付きで取るこだわりが。骨付き&ノーシンクパック。ノーシンクなんですね。僕はもう問題。香りがね全然違うんですよね。やっぱり最初にこうナスキロ焼きの厚さに合うようなカット入れてしまって。シェフのお店で食べた時に、最初何グラム食べますかっていう。グラムはね決まってるんですよ。お一人200グラム。そうか。どの肉にどっちにしますかみたいな。そうです。でも200グラムがこう計量した時点で200じゃなくて焼き上がりで200グラムで。焼き上がりに200ってえぐいっすね。240ぐらい焼いてるんですよね。いやでも全然なんか和牛特有の重さを感じなかったんですよ。食べた時に。そうですね、和牛のサーロインのためだけの焼き方なんですよ、このナスキロ焼きっていうのが。サーロイン重いからなみたいな感じで言われることがあると思うんですけど、ちょっとそれをこう払拭したかったアンチテーゼもあって、自分の中で。絵がいい。いい小豆色もいいですね。いや綺麗な。はい。これで今どれぐらい経ってるんですか？冷蔵庫で少し寝かせたんですか？そうですね。もうただうちもお肉屋さんとすごく仲いいんで、僕がどの状態で欲しいのかお肉屋さんがほとんど把握してくださってるんで、あとは水分量を全部調節してきてくださってるんですよ。僕の好きな肉の水分量が 42%。そういうのあるんですか？ありますあります。僕は好きなんですよ。42%。の水分量の肉が好きです。ちょっとその標準がいまいち僕すみません勉強不足で普段多分僕とかが使う一般的な納品でくるやつとかってないので、真空パックをしてるとやっぱり水分量増えるんですよ。
ドリップをさらに含んでしまったりするので、そこからまた水分量自分、触れば分かるんですけど、触って戻すまでにちょっと時間がかかったりするんですけど、骨付きだともう水分が抜けないんですよ。ずっと保ってられる感じなので、それでこう骨付きにこだわってるところはちょっとありますね。でもこうお肉屋さんで骨付き真空パックなしで入れてくれる日本の肉の業者さんって 1% もないんですよ。ないですよね。聞かないですね。なのでそこからこうお話を始めなきゃいけなくて、これほら触っただけでこんだけ融点がめちゃくちゃ低いんですよ。おお、確かにすごいですね。はい、ちょっと触るだけで。ちょっと触るだけで、お。なのでこれが油切れの良さにもなるし、あとこうナスキロ焼きを焼いた時のダイナミックさにもつながるんですよね。すみません、手のひらもう一回見せていただいて。すごっ。ほら厚みかなりありますよね。指4、4はいかないぐらいですかね。5センチぐらいですかね。ステーキハウスより分厚いですね。でもこの厚みが美味しさの秘訣なんですよ。で、掃除が終わったこのお肉を炭で焼いていく。炭ですね。こうで特徴的なのがこうだいぶ燃え下がって、そうそう、近火の強火です。遠火の強火じゃなくて超近火の強火になるようにこの炭設計していただきました。これは普通にシチリアの岩塩ですね。シチリアの塩です。はい、特にこだわってもないです。十分こだわってるじゃないですか。シチリアにやっぱ絞ってはいるんですね。一番粗い。そういうことなんですか。作り方がちょっと雑なのかな。雑なのがいい。とってもいいんですよね。それがいいんですよ。はい。じゃあ焼いていっちゃいます。おいしいです。いいっす。この焼き方見れるの嬉しいですね。ありがとうございます。僕も見せたくてしょうがない。見せたくてしょうがない。シェフがなんか食べに行った時にすごいフランクに動画いつでも撮れるんでって言ってくれたなんか僕嬉しかったです。本当ですか。そんな風に言ってくれる人いるんだと思って。ナスキロ焼きなんですけど、焼くっていう概念よりも焼き上がるのを待つっていうイメージです。焼くってこうやっぱ自分が入っていっちゃうじゃないですか。火入れっていうのと一緒で。ナスキロ焼きに関しては火入れよりも火抜きの方が大事なイメージなんですよね。抜く感じなんですか。火抜きでこの天地しか焼かないんですよ。上と下しか。側面は焼かない。側面焼かないんですよ。これ下の面から火は入ってるんですけど、1,2,3,4,5っていう他の面から全て熱が逃げながら火を入れてるんですね。これが結構自分の中では大事なこと。面白い考え方というか、なんか僕あんまりそういう聞かないですね。火を抜くっていう、入れるよりも抜く。普段はナスキロやってる時にお客さんワンオペでやってるから、こう接客しながら焼いてるじゃないですか。肉ずっとつきっきりで見れないんですけど、そうですよね。もうちょっとすると音変わるんですよ。こう接客してても音変わったなっていう時だけひっくり返すんです。ビビたる変化が分かるんですか。すごいそうですね、ビビたるもんなんですけど、自分にとってはすごい分かりやすく教えてくれてるんですよね、肉が。マジですか。そのタイミングで返していくっていうのを2回やるぐらいです。しかも結構がっつり長く側面焼くんですね。すいません、僕はちょっと思ってるんですけど、普通ですか。今は音変わったんですよ。全然分かんない。この辺の火はあまり気にしてないです。今音分かります？これちょっと激しい音なの分かります？そうですね。結構バチバチしてる感じ。そうです。これが枯渇していくんですよ。その時にはこうシャ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 っていう音になって、その時に返すっていうことをやれば勝手に肉が上手に焼き上がるので、こう焼くっていうよりもその音になってるのを待つって感じです。なのでこうやって普通にお客様と接客がしながら仕事ができるんですね。ステーキ焼き上がるまでうち前菜が食べ放題っていう形なので、それが面白いですよね。5種類ぐらいプレートに持ってくれますか。プレートを4種類かける、多い時は4種類かける4皿ぐらい召し上がる方いらっしゃいますね。だから16皿小皿で召し上がられてる人がいるみたいな。いや
それがまたユニークな提供スタイルがすごい印象的でした。ありがとうございます。いや、あれおかわりしちゃうんですよね。しかもなんかこうわかんないです、料理人だからなのか、普通に食べるのが好きだからなのかわかんないですけど、やっぱステーキが煙に舞ってるの、この絵を見ながらキャンプファイヤーですよね。すごいですよね。でもこれ本当ノータッチなんですね。ノータッチですね。もうシュシュシュになってきたの分かりますよ。そうですね。なんかしかもそうですね。はい。最初は荒々しいですけど、はい、はい、これがまた枯渇した音になるんで、その時にもう一回ひっくり返してあげれば大体できますね。じゃあ本当1回2回3回4回みたいにトータルそうですね。4回やったら1回こう網の上に上げて少しだけこう休んでもらって、こう体温調整を自分でやってもらって、そこからもう1回最後の仕上げで焼いていくっていう感じですかね。なかなか見慣れない直火がっつり当たってる焼き方っていう火を出すのは結構現金って僕も若い頃教わってきたんで、余計な香りつくだろうがみたいな。とか、なんかすごい細かいこと言うと、やっぱこうなんかこの火入れを調整するのってなんか難しい感覚があるんで、直火がガンガン上がっちゃうと、視覚から見ると確かにこう怖さはあるんですけど、やっぱ肉は全部音で教えてくれるんで。それがちょっとね、僕にはねちょっとその領域に足踏み入れられてないです。でも肉の音を聞けって感じなんですけど、それだけで結構分かりやすい。いけますか？いけますね。うちのスタッフ、神楽坂のカルネ屋とか、あと虎ノ門でも肉焼いてるし、あと僕の弟子の子たちも、音で焼いてってずっと昔から言ってました。へえ。はい。指とかで覚えなくていいから音で焼いてって言って、肉はもう焼き上がる時音を教えてくれるからって言ってずっと言ってたんで、もう多分うちのスタッフほぼ全員できるんですよ。マジっすか？はい。これその厚みとかは別に関係なく音みたいな感じですか？音ですね。今いい感じになりました。音がほとんど無音みたいな、ジューがなくなる感じ。すごいわこれ。もう見る人が見たらもう焦げみたいな感じですもんね。怒られますよね。怒りはしないんでしょうけどいやでもこれが独特の香りと噛み応えですかね。なんかこうちょっとガリッと、シェフが意図されてるかはちょっと僕も分かんないですけど、噛んだ時のちょっと側面のやっぱガリッと感がすごく出てて、いろんなこう自分の経験が多分複合的だと思うんですけど、最初にこういう焼き方を頭の中にこう奥底に入ってたのはやっぱりアラン・パッサールさんのキュイソンの仕方があった。キュイソンの仕方ですね。あの人はこう火を入れるんじゃなくて火の抜け道を必ず作りながら火を入れるんですよ。でオーブンには絶対入れないんですよ。どんな塊もアンチェで焼くんですけど、アンチェって丸ごとってことですよね。焼くんですけど、こんなでっかいシャランガもこんなフライパンだけで3時間かけて3人でつきっきりで3台焼くんですよ。だから昼の営業が終わった後に夜のシャランガも焼き始めるんですよ。2時半ぐらいから。でちょうど3時間で焼き上がってルボゼしていい感じで出るっていう、あれが衝撃的でしたね、自分の中では。確かにオーブンに入れると全体に熱入っちゃいますもんね。そうですね。サウナに入れてるようなもんじゃないですか。なのでこうサウナってやっぱ人間もそうですけど汗めちゃくちゃかくでしょ。で水風呂で冷やしたところでこう肉汁は暴れちゃってるんですよね。抜きながらやってるとこう肉汁がこう暴れない？暴れてるようにとってもこうわんぱくな焼き方してますけど、これで今音が終わったんで、音が終わるんですね。これで1回第1段階が終わりです。この後休ませて。そうですね。ちょっとこの後ルポゼしといて休ましといてなんですけど、この辺で特段あったかいところとかそういうのは気にしてないです。上のところにダクトの上の方に持っててとかやっぱあるじゃないですか。そういうのもあんまり変な話、そこまでその環境温度っていうのは気にしてない。むしろ冷凍庫に入れたいぐらいです。一回こう熱をクールダウンさせたいですね。こうゆっくり優しくほわほわっていう
のとはまたちょっと違うんですよね。面白い。では、仕上げの焼きに入っていくんですけど、一回こう少しルポゼしといて、ある程度こうもう一回柔らかさが戻ってきている状態ですね。見ての通りこんなブヨブヨになってます。でもこれでもう火の感じは7割は入ってますね。はい。でこれがすごいんですけど、肉汁が一滴も出ないんです。それすごいっすよね。はい、これがナスケル焼きの一番の特徴です。一滴も出ないんですね。出ないです。これ結構料理人の中で衝撃的ですよね。結構衝撃ですよね。絶対出ますからね。頑張っても。こんな言い方も変ですけど、肉上手に側面とか全面焼くと逆に出る気がしてます。これ大体5分も休ませれば十分っていう感じ。そうですね、5分で十分じゃないですかね。たまに肉によってこう火の香りが苦手な肉もあるんで、そういう時は氷を落としてやったり。お肉個体の相性で。相性です。はい。こういう見た目に確かになるよなっていうぐらい待ってますね。なってますね。で一旦こうなんでしょう、ほんと一瞬でいいんですけど、こう温度戻してあげて、両面一回戻してあげたら、仕上げの焼き方はちょっとナスケル焼きまた別で、ずっと焼き切ってるわけでもなく、その表面のいい感じのこう硬さが戻ったところで、炭のですね、今ここで焼いてたんですけど、この炭の当たってないところでこう最終段階でちょっと弱めで入れていく。この肉があって、この炭当たっ炭って上に逃げるんで、こっち実はここに置いてるけどそんなに当たってないんですよ。この鉄板の熱でちょっと、ね、熱調整してる感じですね。もう十分この肉の表面はコンタクトができてるんで、この音ですね。チャリチャリいってますね。チャリチャリ硬いです。これで中まで最後入れていくみたいなイメージなんですか、これは。そうですね、中まで入れていく、弛緩させてるイメージです。今もうずっと緊張させたイメージなんですよ。なのでここで今は弛緩緩ませてるイメージです。表面のガリッとしたのと口に入れた瞬間のこうちょっとふわっとした和牛の柔らかさが、これでコントラストがちょっとずつできていくんですよね。これを 2,3 回繰り返して仕上げになります。和牛の脂がこうちょっと艶やかに表面に出てますよね。そうですね。中心温度60度を超えるところまで持っていきたいんですよ。そうするとこう和牛って油の酸化が終わるんですよ。そうなんですか。そう逆にミディアムレアって呼ばれる56度7度の温度だと、実は和牛サーロインに関しては一番油が酸化しちゃってるんですね。なのでこうサーロイン重いっていうイメージになっちゃうんですけど、ナスケル焼きがこう皆さん言ってくださるんですけど、食後感が軽いのは60度から64度ぐらいまで一回中心温度を持っていくんですよ。そうすると和牛の酸化が終わってグリコーゲン的な成分に変わるんですよ、脂質が。グリコーゲンって蜂蜜、あとはラクトンって呼ばれる化学物質があるんですけど、和牛ってすき焼きとかすると甘い香りするじゃないですか。あれって60度ぐらいの70度ぐらいの温度で香りがするんですよ。90度の温度ですき焼きしてもしゃぶしゃぶしても香り出ないんですけど、そう逆に低温すぎても出ないし、それなのでこう中心温度が60から70にこう上がる過程でラクトンっていう和牛本来の甘い香りが出てくるので、それをそこに持っていきたいんですよね。ただ火を入れるとやっぱお肉は疲れるので、5面から焼いてる面以外のところから抜きながら焼くって感じですかね。でこれで仕上がりです。ありがとうございます。黒い。いや本当黒いっすね。いつも切るときは結構不安なんですよね。あ、そうなんですか、シェフでも。不安ですね。お綺麗。でもこの音好きなんですよ、ザグってなってる時。いやこの音めっちゃいいっすよね。いやこれ
うわめっちゃいいっすね。すごっ。でここに仕上げのステーキ用の僕が開発した爪なんですけど、さっき味見していただいたやつ。はい、そうです。これうまい。いやうまかったな。仕上げですね。うわうまそう。完成です。うわありがとうございます。うまそう。うまそうですね。じゃあシェフすみませんいただきます。はい。ありがとうございます。お願いします。ちょっと早く食べたかったっす。うわすごっ。入り方がおおすごっ。肉汁全然出ないですね。肉汁出ないんですよナスキロ焼きって。すごっ。うまっ。いやめっちゃうまいですね。ありがとうございます。ちょっと嬉しいです。また食べれて。最初にガリっていう苦味がくるんですけど、中のこの肉汁がここから始まる感じ、甘い肉汁が最終的にこう調和するようなイメージではいますね。こう食べてて、これがなんか癖になるんですよ。で意外とこの苦味のガリッと感に全体が支配されちゃうんじゃないかっていうぐらいのこう見た目の印象なんですよ、僕の中で。でそうじゃなくて、中のやっぱ甘みと旨みが最終的にちゃんと勝ってくるっていう、これがすごいめっちゃうまいですね。あともう一つ完成させる方法があって、ナスキロってちょっとワイン飲めない方ご遠慮くださいって言ってて別にそれノンアルが嫌いとかじゃなくて、これちょっとねもう一回一口食べた後に焦げの香りがこう口の中残ると思うんですけど、その時にね赤ワイン一口入れるとやっぱ料理が完成するんですよね。赤ワイン飲んで初めて完成する料理なので、そういうコンセプトにしてもらう。だから全然あれですよ、ワイン飲めない人が嫌いとかじゃないですよ。ワインの食べてほしいこういうスタイルだから。そうですそうです。そういう哲学というか思想があった方がいいですよね。なんかもう誰でも彼でもどんなスタイルでも OK ですっていうよりも、一旦フルパフォーマンスを食べてほしいからっていうことじゃないですか。そうですね。東京こんだけお店あるし、その選んでくださった方はそういうちょっと感度の高い人だと思うんで、それだったらそれでいいのかなって。いや本当そう思います。これ絶対あった方がいいです。この苦味と旨味とこの赤ワインのタンニンのこの渋みみたいなのがやっぱすごく口の中でいいですね。心地いいというか、これも含めてってことですよね。この赤も含めてってことですよね。なんて言ってないんですか。肉のジュというか、ステーキ用の爪。ステーキ用の爪。あれがまたいい味出してますよね。フォンドボーをぐーっと煮詰めて、こう30倍ぐらいまで煮詰めてグラスドビアンっていう状態までして、でそこにこう季節の柑橘をギュッて絞り込むんですよ。だから冬だったら柚子とか、夏だったらカボスとかスダチとかにするんですけど、季節もちょっとふわっと香るんで、こうなんとなくいいんですけど、この断面ほぼウェルダンの状況なんですよ。これウェルダンなんですか？これ中心温度64度です。感じないでしょ？感じないですね。はい、だけど中心温度64度ぐらいにすると和牛のサーロイン異様に軽く食べれるんですよ。軽いっす。軽いですよね。油のなんか口の中で残って胃にグッてくる感じがないですね。それは酸化を終えたからなんですよ。こんなに柔らかいのにウェルダンなんですね。そうなんですよ。だから火入れじゃなくて火入れで考えたウェルダンだと重いんですよ。あと味がなくなっちゃうんですけど、そうですよね。火を抜くのを常に考えながらウェルダンに持ってってあげると和牛はすごい軽くなって旨味がずっと甘さと残るんですよね。いやこれはすごいな。これ真似できるかなって。今目の前で見てたじゃないですか。いや単純だからこそ逆にできるかな。炭じゃなくてもできますし、フライパンとかで。フライパンでもできます。ただ炭がいいのはこのグリル板がムラを作ってくれるからなんですよ。フライパンだと全部接地面がぴったりだから均一じゃないですか。やっぱステーキの醍醐味ってムラがあるところなんですよね。ここ硬かった、ここが味がなかった、ここがグニュってしてたって言って、単純な料理ですけど複雑に自分の中で食べれるのが楽しいと思うんですよ。サイズの肉を飽きずに食べれるのはやっぱそういうところかもしれないですね。
だからこう食べ慣れてないというか、なんかまあ料理人ではないし、シンプルに消費者として和牛のステーキとか食べに来たら、なんかもしかしたらやっぱびっくりしちゃいますよね。こういい意味でも悪い、もしかしたら人によってはこうちょっとネガティブにこう外側がもともとがネガティブな焼き方なのでまあでもおっしゃってましたもんね、なんかやっぱ反応は本当人それぞれある。そうですね、はい。はい、ということで那須キロ焼きありがとうございました。ありがとうございました。いや最高でした。嬉しいですよ。でも本当プロの料理人にこう一緒になって見ていただくの。いやいや僕のセリフです。でも一回食べた時からもうなんかもう記憶にめちゃくちゃ残ってたんで、でも那須キロさんってもともと予約が取れないじゃないですか。でなかなかこのステーキを食べるっていうのはなんかちょっと難しいですよね。そうですね。まあジョージのYouTube 見たみたいな感じでマジっすか。インスタで DM いただければ、マジっすか。空席があればご予約 OK にしますんで。本当ですか。はい。月に2回ぐらい照り焼きブッキングでこう席開放してるんで。そうなんですね。はい。いやでもこれぜひね興味ある方、実際食べたいっていう方もいると思うんで、そういった方たちにね機会があったらすごいいいなと思ったので。お願いします。はい、ということで、今日は高山シェフのステーキの焼き方でした。ぜひね参考にしていただけたら嬉しいです。それじゃまた次回の動画でお会いしましょう。どうでもいいこと言っていいですか。はい、もういくらでも。もうタトゥー可愛くないですか。いやめちゃくちゃ確かにめちゃくちゃどうでもいいかもしれないけど、かわいい。フォークとナイフなんです。お、へえ。しかもミートフォークなんです。しかもそれやっぱそこはちゃんと料理人を一応ね、一生料理人でいたいんですよね。そういう意味も込めてるんですか。そうあれですもんね、主婦ヤンキーだったっていう話ですよね。付き合ってた人がヤンキーだっただけですよ。ご自身がではないっていう、まあみんなそう言いますよね。タトゥーとはちょっと関係はないかもわからないですけど。そうですね。はい。めちゃくちゃ優しい人だと思います。優しいヤンキーだったんですね。優しいヤンキー。まあでもなんか僕今50歳なんですけど、僕のその中学とかの時代ってやっぱちょっとヤンキーっていうかとっぽい子がモテたみたいな時代なんですよ。まあモテたかったっていうのはありますね。そういうことですね。はい。50に見えないですよね。本当ですか。はい。若作りしてるんですね。いや全然見えない。素でそうなんでしょうね。